なんと、行方不明になっていた11歳の男の子が、身の父親によって山林に遺棄されていたのだ。嘘でしょ。父親が自分の子供を、信じられないわ。これは実話なのだ。しかも父親は息子が行方不明だと警察に通報した本人だったのだ。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。今日紹介するのは、2026年に京都府南丹市で起きた足立由井のぞみくん遺体遺棄事件なのだ。行方不明届を出した父親が、実は犯人だったという事件ね。被害者の足立由井のぞみくんは当時11歳。小学5年生だったのだ。まだこれからの人生が広がっていたはずなのだ。そして彼の死を隠したのは、守るべき立場にあったはずの父親だったのだ。守るべき父親が隠蔽していたなんて、怒りを通り越して言葉が出ないわ。この事件には、3週間にわたる捜索劇と、父親が演じ続けた、悲しむ親、という姿が記録されているのだ。捜索中もずっと嘘をついていたのね。本当に辛い話だわ。さらに父親は戸籍上は養父であることが判明し、虐待の相談歴も一切なかったことが捜査で浮かび上がったのだ。虐待の兆候すら見えていなかったの？それはまた怖いわね。僕たちはこの事件を通じて、家族の闇と捜査の舞台裏、そして隠された真相に迫っていくのだ。どんな経緯でこの事件は明らかになっていったのかしら。遺体は山林の複数箇所に移動させられており、父親が証拠隠滅を図った跡が生々しく残っていたのだ。複数箇所に移動させるなんて、計画的な隠蔽だったのね。ドライブレコーダーの映像が一部削除されていたことも判明しており、父親の行動の周到さが際立っているのだ。ドラレコまで消していたの？それは徹底した隠蔽工作ね。この事件は単なる家庭内の悲劇にとどまらず、社会が子供をどう守れるかという問いを突きつけているのだ。見えないところで起きていた悲劇。使い全体で考えなければならない問題ね。最後まで見れば、父親がどのように捜索を欺き、どのように追い詰められていったのかがわかるのだ。そして由井のぞみくんという一人の少年がどんな子だったのかも、僕たちは忘れずに伝えていくのだ。11歳の命が奪われた真実。しっかり受け止めたいわ。事件の背景には、家族関係の複雑さや、周囲が気づけなかった孤立した環境があったとも伝えられているのだ。なぜ誰も気づけなかったのか、そこも気になるところね。父親は逮捕後、容疑を認め、間違いない、と述べたとされているのだ。それでも由井のぞみくんは帰ってこないのだ。認めたからといって、失われた命は戻らない。本当に悲しいわ。この台本では、事件発生から逮捕、そして捜査の全容まで丁寧に追っていくのだ。どうやって真実が暴かれていったのか、最後まで見届けたいわ。由井のぞみくんが最後に過ごした日々、そして父親が通報するまでの3週間に何があったのかを解き明かすのだ。通報してから逮捕まで3週間もあったのね。その間何があったのかしら。捜索に加わった地域住民、献花台を訪れた人々、そして捜査員たちの証言も交えながら語っていくのだ。多くの人が心を痛めた事件だったのね。なぜこの事件がこれほど多くの人の心を揺さぶったのか、その理由もきっと見えてくるのだ。子供の命を守ることの大切さ、改めて考えさせられる事件だわ。では今から、京都、南丹市で起きたこの衝撃の事件を、一緒に紐解いていくのだ。お願いね。ずんだもん。楽しんでほしいのだ。まず被害者について紹介するのだ。どんな子だったの？詳しく教えてほしいわ。被害者は足立由井のぞみさん。当時11歳の小学生だったのだ。まだ11歳の子供だったのね。ここで語られる由井のぞみさんの姿は、誰もが心を痛める、あまりにも無垢な命だったのだ。どういうこと？何か特別な子だったの？そして彼の人生の最後に隠された真実が、この事件をより深く悲しいものにしているのだ。それを聞くのが怖いくらいだわ。由井のぞみさんは京都府南丹市園部町に家族と暮らしていた、活発で心優しい男の子だったのだ。南丹市、自然が豊かな地域よね。地元の小学校に通っており、クラスではいつも元気に走り回っていたと伝えられているのだ。普通の小学生だったのね。担任教師によると、由井のぞみさんは算数が得意で、授業中に積極的に手を挙げる子だったそうなのだ。そんな普通の日常を送っていたのね。同級生は、ゆきくんはいつも外で遊ぼうって誘ってくれた、と語っているのだ。友達を大切にする子だったのね。近所に住む住民は、よく外で自転車に乗って遊んでいる姿を見かけた、元気な子だった、と語っているのだ。ごく普通の日常を生きていた子供だったのね。事件が起きたのは2026年3月。まだ冬の寒さが残る時期のことだったのだ。3月に何があったの？ 3月23日の朝、由井のぞみさんは通常通り学校へ向かうはずだったのだ。はずだった。ということは、学校に行かなかったの？その日の午前8時頃、父親の足立正樹容疑者が車に乗せたのが最後の目撃情報となっているのだ。その後どうなったの？学校の近くに停車した車から由井のぞみさんが降りることはなく、そのまま父親と共に立ち去ったのだ。学校に来なかったのね。それで学校は何も気づかなかったの？学校側が、今日は欠席します、という連絡を父親から受け取っており、
その日はそのまま処理されたのだ。父親が嘘をついて隠していたのね。その後、結のぞみさんの姿を見た人は誰もいないのだ。どこに行ってしまったの？結のぞみさんの好きな食べ物はカレーライスで、よく、僕、大きくなったらサッカー選手になる、と話していたそうなのだ。夢を持った普通の男の子だったのね。胸が痛くなるわ。結のぞみさんと仲良しだった友人は、最後に話したのは3月22日の放課後で、明日また遊ぼうと約束したんです、と語っているのだ。翌日にはもう会えなくなってしまったの。その、明日また遊ぼう、という約束は、永遠に果たされることがなかったのだ。本当に辛いわ。捜索が始まったのは、父親が4月13日午後4時45分頃に、息子がいない、と通報したことがきっかけだったのだ。行方不明から3週間も経ってから通報したの？そうなのな。結のぞみさんが最後に目撃されてから実に3週間近くが経過していたのな。なぜそんなに遅かったの？おかしいわ。地域住民や消防団が山林を中心に必死の捜索を続け、多くの人が結のぞみさんの無事を祈ったのだ。地域全体で探したのね。捜索に参加した住民は、何としても見つけてあげたかった。本当に何としても、と涙ながらに語っているのだ。地域の人たちも心を痛めていたのね。そして4月16日、南丹市園部町内の山林で遺体が発見されたのだ。やっぱり最悪の結果だったのね。発見された場所は、深い山林の中に車でなければたどり着けない人里離れた場所だったのだ。なぜそんな場所に？地元の捜索ボランティアは、あんな奥深い場所に子供が一人でいるわけがない、と言葉を失ったのだ。本当に辛い話よね。だがここで、より深い衝撃の事実が明らかになるのだ。まだ何か隠されていたの？京都府警は逮捕後、戸籍上は養父、という衝撃の事実を明らかにしたのだ。養父だったの？それってどういうことなの？父と子として暮らしながら、その関係性の裏に何があったのか、次第に真相が明かされていくのだ。その先を追くのが怖いわね。そして捜査が進むにつれて、この過程で何が起きていたのかという、誰も予想しなかった闇が浮かび上がってくるのだ。では事件の経緯を時系列で追っていくのだ。ここから先が、この事件の核心になるのよね。そうなのな。ここで明らかになるのは、誰も予想しなかった真実なのだ。父親が息子の失踪を通報した日から逮捕に至るまで、3週間にわたる、の記録が始まるのだ。3週間もの間、嘘をついていたの？最初から最後まで、父親は、被害者の父、として振る舞い続けたのだ。だがその裏で、彼は自らの犯行の痕跡を消すために動いていたのだ。そんなことが本当にあったなんて、どう受け止めればいいのかしら。そしてこの事件の闇は、被害者である結のぞみさんが声を上げられなかった環境そのものにあるのだ。では時系列を追っていこうのだ。お願いするわ。事件の舞台は、京都府南丹市園部町なのだ。南丹市は京都市内から車で約1時間。山々に囲まれた自然豊かな地域で、静かな住宅地と深い山林が隣り合って広がる土地なのだ。のどかな場所なのね。そんな場所で事件が起きたなんて。2026年3月23日の朝、その静けさが一変するのだ。この日の朝、父親の足立正樹容疑者は自ら警察に電話をかけ、息子がいなくなった、と通報したのだ。父親が自分で通報したの？そうなのだ。通報を受けた南丹署の警察官が足立川を訪れると、父親は憔悴した様子で、朝起きたら結まれがいなかった、と繰り返したのだ。当時11歳の結のぞみさんが突然姿を消したという訴えに、警察は行方不明事案として捜索を開始したのだ。普通の行方不明事件として動き始めたのね。近隣住民の話によると、通報のあった朝は冷たい霧が立ち込めていたそうなのだ。捜索に駆けつけたボランティアの一人は、父親が泣きながら息子の名前を叫んでいた、と語っているのだ。父親として必死に探しているように見えたのね。だがそれが演技だったのだ。捜査が後に明らかにした事実によると、結のぞみさんはすでにこの通報の前から、父親によって山林に運び込まれていたのだ。通報する前に遺体を隠していたの？そうなのだ。逮捕状の記載によると、足立容疑者は2026年3月23日の朝から4月13日午後4時45分頃にかけて、乗用車を使って結のぞみさんの遺体を南丹市内の複数箇所に運び込み隠匿したとされているのだ。つまり通報した当日から、遺体をどこかに隠していたということよね。その通りなのだ。捜索が始まった3月23日以降、地域の消防団員や住民ボランティアが連日山中を歩き回ったのだ。足立容疑者もその捜索に加わり続けたのだ。自分が隠した遺体を一緒に探していたということなの？まさにそうなのだ。捜索に参加した地域の男性は、足立さんはいつも先頭に立って藪をかき分けていた。本当に息子を心配しているお父さんだと思っていた。と語っているのだ。その言葉が今となっては、どれだけ辛い記憶になっているかしら。捜索が始まってから約3週間が経過した4月13日、事態が動くのだ。この日の午後4時45分頃、南丹市内の山林で、捜索に当たっていた関係者が茂みの奥に異様なものを発見するのだ。ついに見つかったの？そうなのだ。発見されたのは、
土や落ち葉に部分的に覆われた状態の男児の遺体だったのだ。傍らには由井のぞみさんが普段から愛用していた白いスニーカーも脱げた状態で落ちていたと、捜査関係者が明らかにしているのだ。スニーカーまで言葉が出てこないわ。発見現場は園部町の山林深くで、人が容易には立ち入らない急斜面の近くだったのだ。現場に駆けつけた捜査員によると、遺体の周囲には落ち葉が不自然に積み重ねられており、人為的に隠された痕跡が明らかだったと伝えられているのだ。最初から隠すつもりで運んだということよね。そうなのだ。その後の鑑識作業で遺体が由井のぞみさんと確認された直後から、捜査の焦点は、行方不明事案から、遺体遺棄事件へと一気に切り替わったのだ。それで捜査の方向が変わったのね。警察は同日夜から足立正樹容疑者に対する任意の事情聴取を開始したのだ。この際、捜査員が注目したのはドライブレコーダーの映像だったのだ。ドラレコの映像が手がかりになったの？そうなのだ。足立容疑者の乗用車に搭載されていたドライブレコーダーを解析したところ、映像の一部が意図的に削除されていたことが判明したのだ。府警はその削除が遺体の移動経路を隠蔽するためのものだったとみて、解析を続けたのだ。証拠を消そうとしていたのね。さらに捜査員が足立容疑者の行動を詳しく調べると、不審な点が次々と浮かび上がってきたのだ。3月23日の通報前日、足立容疑者の車が由井のぞみさんの通う学校付近に停車していたことがドラレコや周辺の防犯カメラ映像に記録されていたのだ。学校の近くにとまっていたの？捜査によると、足立容疑者の車が学校付近で停車していた時間は数分以内だったと見られているのだ。だが由井のぞみさんが車から降りた形跡はなく、そのまま車が走り去ったことが映像から確認されたのだ。由井のぞみさんはその時すでに、ということなの？捜査本部は、この映像が示す時間帯にすでに由井のぞみさんが遺体の状態だった可能性を重視して調べを進めたのだ。詳しい死因と死亡時刻の特定に向け、解剖が行われたのだ。いつ何が起きたのか、まだわからないのね。そして4月16日の深夜1時50分頃、京都府警捜査本部は足立正樹容疑者を死体遺棄容疑で逮捕したのだ。逮捕の瞬間、足立容疑者は、間違いない、と容疑を認めたと報じられているのだ。あっさりと認めたの？そうなのだ。逮捕直後の取り調べで足立容疑者は容疑事実を認める供述をしたのだ。しかしその一方で、由井のぞみさんがなぜ亡くなったのか、死に至る経緯については依然として明らかにされていなかったのだ。遺体を隠したことは認めても、どうして死んだかは言わないということなの？捜査本部が最も知りたいのはまさにその点だったのだ。足立容疑者は死亡の経緯については詳細を語らず、捜査員は慎重に取り調べを続けたのだ。由井のぞみさんに何が起きたのか、真実を話してほしいわ。逮捕翌日の4月17日、捜査本部は足立容疑者を南丹署から京都府警本部へと移送したのだ。本格的な取り調べに向けて体制を整える動きだったのだ。いよいよ本格的な捜査が始まったのね。4月28日から29日にかけて、捜査本部は足立容疑者を実際の現場へと連行し、裏付け捜査を実施したのだ。容疑者を直接現場に連れて行き、遺体の移動ルートや隠匿場所の詳細を確認する作業が行われたのだ。現場に連れて行くことで、細かい状況を確認しようとしたのね。この現場立ち会いは2日連続で行われたのだ。捜査員は足立容疑者を車内に乗せたまま各現場を視認させ、供述との整合性を丹念に確かめていったと捜査関係者は語っているのだ。供述と現場の状況を一つ一つ照らし合わせていったのね。また捜査の過程で、ドライブレコーダーの映像データに意図的な削除の痕跡が確認されたのだ。府警の解析によると、遺体を移動させたとみられる経路に相当する時間帯の映像が消去されていたのだ。証拠隠滅を図っていたということで、それだけ計画的だったということじゃないの。捜査関係者によると、消去されたデータの復元作業も進められており、移動経路のほぼ全容が把握されつつあると伝えられているのだ。足立容疑者が描いた隠蔽の構図は、徐々に崩れ去っていったのだ。どれだけ隠そうとしても、真実は必ず明らかになるのね。その後、捜査本部は死体遺棄の立件を固めながら、並行して由井のぞみさんの死因と死亡経緯の解明を最重要課題として捜査を続けたのだ。2026年5月上旬には検察への送検が行われたと伝えられているのだ。死体遺棄だけでなく、死亡の経緯そのものも調べていたのね。検察は足立容疑者を死体遺棄罪で起訴する一方、由井のぞみさんの死亡に至る経緯についてさらなる罪状の追加を視野に捜査を続けたのだ。死体遺棄だけという処分に、地域住民からは、それだけでは納得できない、という声が相次いだのだ。死体遺棄だけって納得できないわよね。由井のぞみさんがなぜ亡くなったのかという問いに、まだ答えが出ていないのだから。由井のぞみさんの死を悼む地域住民が設けた献花台には、亀岡暴走事故の遺族も訪れたと伝えられているのだ。勝手ながら愛おしく感じていた、という言葉を残していったそうなのだ。虚し子供を失った痛みを知る方が、手を合わせに来てくれたのね。胸が痛くなるわ。裁判は準備手続きを経て公判が開かれる見通しとなったのだ。
検察側は足立容疑者に対して厳しい処罰を求める方針を固めており、弁護側との間で争点の整理が進められていったのだ。いよいよ法廷の場で真実が問われることになるのね。後半では死体遺棄の事実関係だけでなく、由井のぞみさんとの日常の関係性や、事件に至るまでの過程内の状況が詳しく審理されることになったのだ。法廷に提出された証拠の数は膨大なものだったと伝えられているのだ。法廷でようやく全ての事実が明らかになっていくのね。こうして死体遺棄罪での起訴を軸とした司法手続きが進められ、足立正樹容疑者には死体遺棄罪による起訴という処分が下されたのだ。でも由井のぞみさんを失った事実は、どんな判決されても変わらないのよね。だがこの事件の最も深い闇は、法廷の場でも完全には明かされなかったのだ。足立容疑者が最後まで語ろうとしなかった、あの夜に何が起きたのか、という問いが、今もなお残されているのだ。まだ明かされていない真実があるということなの？そしてこの沈黙の背後に隠された動機と、由井のぞみさんの最後の瞬間に何が起きたのかという確信は、次に語られる内容の中で最も衝撃的な形で浮かび上がってくることになるのだ。次に加害者がどんな人物だったのか見ていくのだ。表向きは捜索に協力する父親だったわよね。一体素顔はどんな人物だったのかしら。実は足立正樹容疑者の人物像を掘り下げると、事件の背景に長年にわたる問題の積み重ねが浮かび上がってくるのだ。近隣住民や知人の証言から見えてくるのは、誰もが予想しなかった二面性を持つ男の姿なのだ。二面性って、どういうことなの？表では笑顔を見せる父親でありながら、家庭の内側では別の顔を持っていたのだ。そしてその歪みは、ある日突然生まれたものではなく、足立容疑者の生い立ちと深く結びついていたのだ。生い立ちが関係しているというのは、ふのが少し怖いわね。足立正樹容疑者は1988年頃、近畿地方の中規模都市で生まれたとされているのだ。幼少期から家庭環境が安定せず、両親の不和が続いていたと、幼馴染とされる人物が語っているのだ。幼い頃から不安定な環境に置かれていたのね。小学校時代の同級生によると、足立容疑者は気に入らないことがあると物を投げたり、急に黙り込んだりした。そうなのだ。感情のコントロールが難しい子供だったと伝えられているのだ。子供の頃からそういった傾向があったということなの？中学時代には複数回の問題行動が記録されており、学校の生活指導教員が保護者を呼び出すことも珍しくなかったそうなのだ。当時を知る教師は、自分が正しいと思ったら周囲の意見を一切聞き入れない子だった、と語っているのだ。それが影響したの？専門家の見方によると、幼少期に適切な愛着関係が築けなかった場合、他者への共感能力の発達が阻害されることがあるというのだ。足立容疑者のケースも、そうした発達上の歪みと無関係ではないという見方があるのだ。だからといって、何をしても許されるわけではないわよね。もちろんなのだ。高校卒業後、足立容疑者は工場勤務や運送業など複数の仕事を転々としたのだ。職場の元同僚は、仕事はこなすが、上司に注意されると激しく反発することがあった、と証言しているのだ。職場でもトラブルがあったのね。20代前半には交際相手をめぐるトラブルで警察の事情聴取を受けたことがあると伝えられているのだ。この時は立件には至らなかったが、周囲の知人は、ああなるとは思わなかったが、怒ると怖い人だった、と語っているのだ。警察の聴取を受けたことがあったなんて、初めて知ったわ。その後足立容疑者は20代後半で結婚し、南丹市に家を構えたのだ。近所の住民によると、当初は挨拶もきちんとする普通の家庭に見えたそうなのだ。外から見ると普通の家庭に見えていたのね。ところが由井のぞみさんと足立容疑者の関係には重要な事実があるのだ。京都府警の発表によると、足立正樹容疑者は由井のぞみさんの戸籍上の養父であることが明らかになっているのだ。養父ということは、血のつながりがなかったということなの？そうなのだ。足立容疑者と由井のぞみさんは血縁関係のない養父と養子という関係であり、この事実が事件の背景を理解する上で重要な意味を持つと捜査関係者は見ているのだ。血のつながりのない子供に対して、どんな感情を持っていたのか、想像するだけで心が痛むわ。近隣住民の証言によると、家の中から怒鳴り声のようなものが聞こえることが過去に数回あったとされているのだ。ただ、家庭のことだから、と誰も深く関わろうとしなかったと語っているのだ。その声が助けを求めるサインだったかもしれないのに、誰にも届かなかったのね。由井のぞみさんが通っていた小学校の関係者によると、由井のぞみさんは2026年3月に入ってから欠席が目立つようになっていたそうなのだ。学校側が家庭に連絡を取ると、足立容疑者は体調を崩していると答えていたと伝えられているのだ。その頃にはもう何か深刻なことが起きていたということかもしれないわね。また、南丹市の福祉関係機関への確認では、この家庭から虐待に関する相談は一度も寄せられていなかったことが明らかになっているのだ。京都府警も虐待の相談はなかったと公式に発表しているのだ。相談がゼロだったということは、完全に見えないところで起きていたということなの？そうなのだ。足立容疑者は外部に問題を悟らせないよう、
巧みに振る舞っていたと見られているのだ。捜索中に、お願いします。見つけてください。と涙を見せた姿も、その一端だったと捜査関係者は指摘しているのだ。創作を演じていたということ、考えれば考えるほど許せないわ。足立容疑者の交友関係を知る人物は、普段は冗談も言う人で、子供とも遊んでいるように見えた、と語っているのだ。だがその一方で、機嫌が悪いと周囲への当たりが急変する、とも証言しているのだ。外と内で全く別の顔を持っていたということなのね。こうした足立容疑者の二面性は、事件後に初めて周囲が、そういえば、と振り返る形で明らかになっていったのだ。事件が起きるまで、誰も点と点を結びつけることができなかったのだ。後になって気づいても、もう遅いというのが一番辛いところよね。捜査当局は足立容疑者の過去の行動履歴や人間関係を丹念に洗い直しているのだ。そしてその過程で浮かび上がってきたのは、事件が衝動的なものではなく、長期的な関係の中で積み上げられた末の出来事だという見方なのだ。長期的な積み重ねの結果だったということなの？こうした積み重ねが事件につながっていったのだ。それを食うと、結井のぞみさんが置かれていた日々の状況がどれほど過酷だったのか、想像するだけで言葉を失ってしまうわ。そしてここから先、捜査が明らかにした、家庭の内側で何が起きていたのか、という事実は、この事件の中で最も衝撃的な核心部分に迫るものなのだ。次で語られる内容は、誰もが言葉を失うものだったのだ。ここで明かされるのは、誰も予想しなかった事件後の現実なのだ。足立正樹容疑者の逮捕から裁判、そして判決後の世界で、この事件は新たな波紋を広げ続けているのだ。判決された後も、何か起きているということなの？そして結井のぞみさんの遺族が今なお抱える深すぎる傷は、社会が想像する以上のものだったのだ。その実態を一つ一つ語っていくのだ。聞くのが怖いけれど、しっかり受け止めなければならないわ。まず判決後、足立正樹容疑者は死体遺棄罪により実刑判決を受け、刑務所に収監されたのだ。当時を知る捜査関係者によると、足立容疑者は収監後も結井のぞみさんの死の経緯については一貫して口を閉ざしていたそうなのだ。死因についての真相は、結局裁判でも明かされなかったということよね。そうなのだ。2026年春の時点でも、結井のぞみさんがなぜ亡くなったのかという革新的な問いは、正式な捜査記録には残されていないのだ。遺族にとって、これ以上ない苦しみが続いているのだ。真相を知らないまま日々を過ごすことがどれほど辛いか、想像するだけで胸が締め付けられるわ。結井のぞみさんの母親は、事件発覚後しばらく南丹市内に留まっていたが、近隣住民によると2026年の秋頃にはその地を離れたとも伝えられているのだ。ある地域の関係者は、お母さんは毎日泣いていた、とても見ていられなかった、と語っているのだ。それは当然のことよ。最愛の子供を失って、真相すら教えてもらえないなんて。一方で足立容疑者の収監中の様子について、強制施設関係者に近い筋によると、本人は、反省している、と口にはするものの、結井のぞみさんの死については依然として詳細を語っていないそうなのだ。反省しているというなら、なぜ真実を話さないのよ。それは本当の意味での反省じゃないわよね。まさにその通りなのだ。遺族側の代理人弁護士も、被告が死に至った経緯を明かさない限り、遺族の心に区切りはつかない、と述べているのだ。弁護士がそこまで言うということは、遺族の傷がいかに深いかということよね。また、結井のぞみさんが通っていた小学校では事件後、児童へのカウンセリングが継続的に行われていたのだ。当時の同級生の保護者によると、子供たちは、結井のぞみくんはどこに行ったのと繰り返し聞いてきた、と語っているのだ。子供たちの心にも深い傷が残ってしまったのね。2027年3月23日、事件発覚からちょうど1年が経過したその日、南丹市の現場近くには自然と花束が備えられていたのだ。地域の住民たちが誰に言われるでもなく、結井のぞみさんを悼んで手を合わせに来ていたそうなのだ。地域の人たちも、結井のぞみさんのことを忘れていないのね。献花台を訪れたある女性は、あの子が笑顔で歩いていたのを今でも覚えている。本当に元気な子だった、と涙ながらに語っているのだ。結井のぞみさんは地域でも顔を知られた、活発な11歳だったのだ。そんな子がこんな形で命を奪われるなんて、絶対にあってはならないことよ。さらに事件後、京都府内の児童福祉の現場では変化が起きていたのだ。府の福祉担当者によると、事件を受けて養親関係にある家庭への定期的な見守り訪問の頻度が引き上げられたとのことなのだ。事件がきっかけで制度が変わったということなの？そうなのだ。京都府警と児童相談所の連携強化も図られ、2026年4月以降は虐待の疑いがある家庭への初動対応が最大48時間以内に行うよう改定されたと伝えられているのだ。制度が変わることは大切だけれど、それは結井のぞみさんの命と引き換えになったものよね。結井のぞみさんの死が同じような境遇の子供たちを守る制度づくりにつながったとも言えるのだ。だが遺族にとってそれが慰めになるはずもないのだ。どんなに制度が変わっても、結井のぞみさんが戻ってくるわけではないもの。結井のぞみさんの母親は
ある支援団体を通じて短いコメントを発表しているのだ。息子がいなくなったあの朝から時間は止まったままです。真実を知りたいという気持ちは一日も消えたことがありません。という言葉だったのだ。その言葉が全てを物語っているわ。胸が張り裂けそうよ。当時を知る親族の一人も、ゆいまれはとにかく笑顔の子だった。どうしてこんなことになったのか、今でも信じられない。と、事件から1年が経っても涙が止まらない様子で語っているのだ。笑顔の子だったということが余計に悲しみを深くするわね。足立容疑者が刑事施設に収監された後も、遺族は民事上の損害賠償請求を検討しているとも伝えられているのだ。ある法律関係者によると、刑事判決だけでは到底救われない。遺族の心の傷に民事の保障が必要。という見解を示しているのだ。刑事罰だけでは遺族の苦しみには到底足りないということよね。そして事件が社会に問いかけたもう一つの問題がある。それは、戸籍上の養父という関係性の曖昧さなのだ。捜査当局によると、虐待の相談が一切なかったという事実は、支援の網の目をくぐり抜けてしまった典型例として専門家の間で指摘されているのだ。虐待の相談がゼロだったということは、そんなに重大な問題なの？児童福祉の専門家は、相談がないことが安全の証明にはならない。むしろ声を上げられない子供ほど危険にさらされている、と警鐘を鳴らしているのだ。ゆいのぞみさんのケースはまさにその典型だったと見られているのだ。声を上げられない子供の苦しみを社会全体で察知しなければならないということよね。2026年4月現在もの、この事件の全容解明を求める声は止んでいないのだ。署名活動を続ける支援グループによると、足立容疑者が真相を語る日が来るまで、私たちは諦めない、と、活動を継続しているそうなのだ。市民の側が動き続けているのね。ゆいのぞみさんのことを忘れないために。遺族の苦しみは今も続いているのだ。でも、この事件にはまだ語られていない側面があるということなの？実はこの事件の背後には、足立容疑者のそれ以前の行動パターンに関する新たな証言が浮上しているのだ。それは事件が突発的なものではなかった可能性を示す衝撃的な内容だったのだ。突発的ではなかったということは、どういうことなの？当時を知る複数の関係者の証言を総合すると、この事件の背景には長期にわたる構造的な問題が潜んでいたことが見えてくるのだ。そしてその全貌が明らかになるとき、誰もが言葉を失うことになるのだ。この事件が社会に与えた影響について話すのだ。社会的な問題にまで発展したということなの？この事件は単なる家族間の悲劇にとどまらず、日本の児童虐待防止システム全体の欠陥を浮き彫りにしたのだ。だがここで明らかになるのは、誰も予想しなかった制度の盲点なのだ。制度の盲点って、どういうことかしら？足立ゆいのぞみさんは養子縁組を経て足立家に迎えられた子供だったのだ。京都府警の発表によると、戸籍上は養父にあたる足立正樹容疑者に対して、福祉機関への虐待相談は一件も記録されていなかったのだ。虐待の相談がゼロだったということなの？それはあまりにも恐ろしいわ。周囲が異変に気づけなかった。あるいは気づいていても声を上げられなかった。その構造的な沈黙が、ゆいのぞみさんを守れなかった最大の要因だという見方があるのだ。そしてその深い闇は、事件の全体像を知るほどに、より鮮明になっていくのだ。ゆいのぞみさんの SOS を出せる場所がなかったということなのね。ここで少し踏み込んで考えてみたいのだ。まず心理的な考察として、足立容疑者がなぜこのような行動に至ったのかという点を専門家の視点で見ていくのだ。犯罪心理学の観点からはどう分析されているのかしら？犯罪心理の専門家によると、養親が養子に対して過剰な支配欲や所有意識を持つケースは、身の親子関係とは異なる心理的緊張を生むことがあるという見方があるのだ。足立容疑者もその典型的なパターンに当てはまる可能性があるのだ。つまり、養子だからこそ生まれた歪んだ関係性があったということを。そうした関係では、自分の思い通りにならない、という感情が蓄積されやすく、それが長期にわたる抑圧から突然の暴力へと転化するという見方があるのだ。専門家はこれを、統制欲求の崩壊、と呼ぶこともあるのだ。ゆいのぞみさんはずっとそんな環境に置かれていたのかしら。次に環境的な考察として、家庭環境がこの事件にどう影響したかを見ていくのだ。複数の近隣住民の証言によると、足立家は表向きは普通の家庭に見えていたそうなのだ。外から見ると普通だったということなの？しかし近所に長年住む住民の一人は、子供の声はほとんど聞こえなかった、と語っているのだ。元気な11歳の男の子がいる家にしては、あまりにも静かだったというのだ。その静けさが、外から見えない苦しみを示していたのかもしれないわ。また、ゆいのぞみさんが通っていた小学校の関係者によると、学校での様子については、おとなしく、自分から積極的に話しかけることは少なかった、と伝えられているのだ。その様子が孤立のサインだったという指摘もあるのだ。もしかしたら誰かが気づいてあげられたかもしれないのね。という視点で見ると、学校という場所が早期発見の最前線になり得ることが改めてわかるのだ。だが今回、その機能が十分に働かなかったという見方があるのだ。つまり、学
校にもっと介入できる仕組みが必要だったってことを。教員が異変を感じても、通報義務の認識が曖昧だったり、関係機関への連携手順が複雑だったりして、動けないケースが全国で報告されているのだ。この事件もその構造的問題と無縁ではないという見方があるのだ。現場の先生たちが動きたくても動けない制度になっているということよね。続いて構造的な考察として、地域や制度のどこに問題があったかを整理するのだ。この事件では、養子縁組後のフォローアップ体制の薄さが専門家から強く指摘されているのだ。養子縁組の夫のケアが足りなかったということなの？日本では養子縁組が成立した後の家庭訪問や定期的な確認は、義務として制度化されていない部分が多いのだ。欧米諸国と比較すると、アフターケアの頻度と法的強制力において大きな格差があるという見方があるのだ。子供が安全かどうか確認する仕組みがないなんて、信じられないわよね。例えばアメリカやイギリスでは養子縁組後も定期的なソーシャルワーカーの家庭訪問が義務化されており、異変の早期発見につながっているのだ。日本でもその導入を求める声は以前からあったのだ。それが実現していれば、結のぞみさんを守れたかもしれないわ。という視点で見ると、この事件は突発的な犯行ではなく、隠蔽を前提とした行動が含まれていたという見方があるのだ。そこには単純な感情的衝動とは異なる、冷静な計算があったという指摘もあるのだ。つまり事件の前から何かを隠そうという意図があったということを。少なくとも遺体発見後の行動を見ると、3月23日から4月13日という約3週間にわたって遺体を複数の場所に移動させ、隠し続けていたのだ。その間も父親として捜索活動に参加していたのだ。捜索に参加しながら遺体を隠していたなんて、到底理解できないわよね。最後に再発防止の考察として、同じ悲劇を繰り返さないために何が必要かを考えるのだ。専門家の間では大きく3つの改革が必要だという見方があるのだ。どんな改革が必要なのかしら？1つ目は養子縁組後の定期的なアフターケア制度の義務化なのだ。2つ目は学校、福祉、警察の3者が情報を即時共有できるデジタル連携システムの整備なのだ。そして3つ目は、子供自身が SOS を出せる相談窓口の充実なのだ。結のぞみさんが相談できる場所があったなら、結末は違ったかもしれないわ。実際に児童福祉の専門家は、この事件は防ぎ得た悲劇だった、と語っているのだ。制度の網の目をすり抜けた結果として、11歳の命が失われたという重い現実があるのだ。防ぎ得た、という言葉が、本当に胸に刺さるわ。また、この事件を機に法務省と厚生労働省が合同でワーキンググループを設置し、養子縁組後の支援強化策の検討を始めたという動きも報告されているのだ。社会が少しずつ変わろうとしているのだ。事件が制度改革のきっかけになるということは、結のぞみさんの死が無駄にならないためにも大切なことよね。結のぞみさんのクラスメートたちは今も献花台に花を持ってくるそうなのだ。ゆきくんが笑顔に戻れる世界になってほしい。と書かれたメッセージカードが今も手向けられ続けているのだ。子供たちがそうして追悼を続けているのね。その気持ちが伝わってくるわ。この事件が社会に問いかけるのは、制度の問題だけではないのだ。私たち一人一人が、近くにいる子供の異変に気づく感受性を持てているかどうかという問いでもあるのだ。社会全体が気づく力を持たなければいけないということなのね。という視点で見ると、この事件は日本社会における子供の見えない苦しみへの無関心さを映し出した鏡だという見方があるのだ。そしてその指摘は、今の社会に深く刺さるものがあるのだ。つまり、社会全体が加害者にならないために変わらなければならないということかしら。そうした問いを背景に、現在も捜査は続いているのだ。足立容疑者の取り調べでは、結のぞみさんが死亡した経緯についての詳しい説明はまだ得られていないという情報があるのだ。死亡の経緯がまだはっきりしていないということなの？容疑者は死体遺棄の容疑については、間違いない、と認めているのだが、なぜ結のぞみさんが死亡したのか、その直接の原因についてまだ確信に触れる供述が出ていないのだ。捜査本部は慎重に真相の解明を進めているのだ。認めているのに肝心なことを話さないなんて、本当に許せないわよね。専門家はこの供述姿勢について、自己保身のための情報遮断である可能性が高いという見方を示しているのだ。そしてその背後にある動機と経緯を明らかにすることが今後最大の焦点になるのだ。動機の解明こそがこの事件の本質に迫るものなので、結のぞみさんが最後に生きていた時間、何を感じていたのか、それを知ることが遺族にとっても社会にとっても唯一の答えに近づく道だという見方があるのだ。真実を知ることがせめてもの供養になるということなのね。この事件が問い続けるのは、制度の穴を埋めることだけでなく、一人の子供の命がどれほど軽く扱われたかという問題なのだ。社会はその重さを受け止めなければならないのだ。子供の命を守る社会の仕組みを根本から変えなければいけないわよね。そして今、捜査本部がついに動き始めたある事実が、この事件の全貌をさらに塗り替えようとしているのだ。それは足立容疑者の勝手の、もう一つの顔に迫るものだったのだ。もう一つの顔って、
一体どういうことなの？次に明かされる情報は、なぜゆいのぞみさんがこの家族の元に来ることになったのか、その出発点から理念を投げかけるものなのだ。そしてそれは、この事件の始まりが想像以上に遠い過去に遡ることを示しているのだ。というわけで今回は、京都南丹市で起きた足立ゆいのぞみさん行方不明、遺体遺棄事件を解説したのだ。どうだったメタン？正直、見ていてとても胸が苦しくなる事件だったわ。たった11歳の男の子が、守ってくれるはずの父親に命を奪われたなんて、言葉が出ないのよ。しかも3週間もの間、捜索を演じ続けていたなんて、これほど許しがたい裏切りはないわよね。ゆいのぞみさんは、ランドセルを背負って毎日学校に通っていた、どこにでもいる普通の男の子だったのだ。その未来が、身近にいた大人の手によって理不尽に奪われてしまったのだ。ゆいのぞみさんのご冥福を、心よりお祈りします。あなたの命は、決して無駄にはならないわ。この事件で亡くなったゆいのぞみさんに、僕たちは何ができるだろうかと考えてしまうのだ。せめて、この事件を忘れずに語り続け、子供たちを守る社会を作ることが、残された者たちの使命なのだ。子供への SOS を見逃さない目を、社会全体が持ち続けることが大切なのだ。一人一人の気づきが、次の悲劇を防ぐ力になるのだ。学校や地域、行政が連携して子供を孤立させない仕組みを作ることが本当に大切ね。そして、おかしいな、と感じた時に声を上げる勇気が、一つの命を救うことにつながるのだ。僕たちも、それを忘れてはいけないのだ。ゆいのぞみさんのような悲しい事件が、二度と繰り返されないことを願うばかりよ。この事件はまだ裁判という形で続いていくのだ。真相の全容が明らかになる日まで、僕たちはしっかりと見届けなければならないのだ。逃げ場のなかったゆいのぞみさんのためにも、司法は絶対に正しい判断を下してほしいわよね。足立正樹容疑者がなぜこのような行動に至ったのか、その動機と経緯の全てが裁きの場で明かされることを願うのだ。この事件は、子供を取り巻く環境を見直すきっかけになってほしいわ。僕たちが伝え続けることで、少しでも社会が変わるならば、この動画にも意味があると信じているのだ。本当にそうね。こうして一緒に向き合うことが大切な一歩だと思うわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。長い動画だったけれど、最後まで付き合ってくれて本当に嬉しいのだ。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。みんなの応援が、次の動画を作る力になるのよ。概要欄に同じ系統の事件をまとめた再生リストも貼ってあるから、ぜひ見てほしいのだ。今回の事件と関連する話も入っているのだ。コメント欄では、この事件についてみんなの意見も聞かせてね。どんな感想でも、真剣に読んでいるわよ。この事件で一番衝撃だったのはどのシーンか、ぜひコメントで教えてくれると嬉しいのだ。みんなのコメントがチャンネルをもっと良くしてくれるから、ぜひ気軽に書いてほしいわ。次の動画も全力で作るから、楽しみにしていてくれなのだ。次回もまた衝撃の事件を深掘りしていくのだ。次回も見逃せない内容になっているはずよ。スチをオンにしておいてくれると嬉しいわ。また明日なのだ。